ありがとうございます。今日は日本語で喋らせていただきたいと思います。いや、映像ね、見ました今、映像。かっこいいですよね。今年、本家のテッドカンファレンスに出演させていただきましたブラックと言います。今の映像が公開されて、僕は今大きな問題に直面しています。初対面の方が僕と会う前に先に今の映像を見ているというケースが非常に増えています。僕に対する期待値が非常に高まっています。ハードルが高いです。いつも僕は言うんです。いや、そんな大したものじゃないですよと。僕は普通の人ですということをいつも言います。でもこう言うと大体の方はこうおっしゃるんです。いや、そうは言ってもブラックさん世界チャンピオンじゃないですか。でも実はその世界チャンピオンであるという事実こそがある意味では僕を人生の深い迷路に迷い込ませて、一度は実は自殺すら考えたくらい大きな絶望の中に追い込まれたこともありました。今日はそんな本当に普通だった僕がなぜテッドというステージに立つことができたのか、それについてお話ししたいと思います。大学1年生の夏休み、僕はヨーヨーの世界大会で優勝しました。世界チャンピオンになることができました。ですが僕の日常は全く変わりませんでした。もしヨーヨーがオリンピック競技の中の種目なんかに選ばれていたら少しは状況も違ったのかもしれません。ですが残念ながら少なくともその時点ではヨーヨーの競技というのは社会からの評価はあまり高いものではなかったんです。僕は大学生活に戻り、そしてその2年後大学3年生になりました。就職活動の時期です。正直こう思いました。俺世界チャンピオンなのに普通に就活すんの？それはないんじゃないの？思いました。でもその時点ではヨーヨーで生活をしていく術はありませんでした。そして時期もちょうど就職氷河期が始まっていました。嫌だ嫌だと言っていたずらに時間が過ぎていってもどんどん状況は悪くなるばかりでした。とりあえずという気持ちで就職活動を始めてしまいました。そしてとりあえずという気持ちで就職先の企業を決めました。そんな気持ちで選んだ企業だったので、やはり業務内容に対しても好きになることはできませんでした。むしろ嫌で嫌で仕方がありませんでした。自分が嫌なことのために毎日長時間拘束されている、そんな思いでした。毎日が憂鬱でした。そんな気持ちで仕事に取り組んでいるので、当然結果も出すことはできませんでした。自分も毎日嫌な時間を過ごしている。そして会社に対しても貢献することができていない。自分は本当に生きている価値がない人間なんだなと心から思ってしまいました。じゃあ自分が生きている価値って何だろうということを考えました。そしてどんどん先のことを考えるうちに、自分はいつか死んでしまうんだなということを考えるようになりました。自分が死んでしまったら努力をして世界チャンピオンになったということも消えてしまうのかなと思いました。それはすごく悲しいなって思いました。でも残念ながらそれは事実のようでした。じゃあどうせ死んでしまうんだったら、自分が死んだ後も後世に残せるような何かを成したいと考えるようになりました。じゃあ自分が残せるものって何だろう。もちろん悪い影響を残すのではなくて良い影響を残したいと思いました。自分にできるのはやはりヨーヨーだろうと思いました。ヨーヨーの世界大会というのは毎年行われています。僕が優勝した後も毎年世界チャンピオンは生まれています。言い換えれば努力をした結果が報われない人が毎年生まれているんです。この状況を変えたいと思いました。ヨーヨーの社会的評価を向上させて、これからの選手たちがより努力が報われる環境を作りたいと考えるようになりました。じゃあ具体的にそれをどうやってやったらいいのか。そんな時ある映像を思い出しました。シルク・ドゥ・ソレイユという世界的なサーカス集団があります。そのシルク・ドゥ・ソレイユのショーの映像です。そのショーの中ではジャグラーの方、お手玉とかをする曲芸をされる方が出演されていたんですが、そのジャグラーの方の演技が本当に素晴らしくて僕は感動したんです。技術が素晴らしいのはもちろんなんですが、それだけではなくて音楽との合わせ方とか体の動かし方、全てが芸術としか言いようがない本当に素晴らしいものでした。もし自分がヨーヨーで同じような演技を作ることができて、
それで人を感動させることができたら、少しはヨーヨーも社会から見直されるんじゃないかなと考えるようになりました。会社を辞めてプロのパフォーマーとして独立しました。自分の中に少しずつ情熱が戻ってくるのを感じました。幸運にも同じ年、その憧れだったジャグラーの方が来日されてショーを行う機会がありました。僕は当然足を運びました。そして幸いにもその方と直接お話ししてアドバイスをいただくことができました。君の技術は本当に素晴らしい。ただ体の動かし方についてはまだ十分だとは言えない。ダンスとかを習うといいんじゃないかなというアドバイスをいただきました。僕はすぐにバレエ、ジャズダンス、そしてアクロバットを習い始めました。これは本当に驚くべきことでした。僕は子供の頃、運動が大の苦手で、むしろ大嫌いで、小学校の頃は体育の授業なんかもどうやって見学というポジションを勝ち取るかと、どうバレないように仮病を使うかということを考えるような子供でした。そんな自分がバレエ教室に通って、お金を払ってスポーツジムにまで通ってなんて全く想像ができませんでした。でもその結果、先ほどの映像にもあったような柔軟性なんかも手に入れることができました。ヨーヨーだけじゃない、努力すれば他のものも手に入るのかもしれない、新たな自信を少しずつ手に入れていきました。そしてその2年後、日本でシルク・ドゥ・ソレイユの入団をかけたオーディションが開催されました。正直自分にはまだ早いかなという思いもありました。でもこれを受験できるだけでも千載一遇の大きなチャンスです。ダメでもともと、でも受けるからにはベストを尽くそう、そういう気持ちで挑戦しました。その結果、ダンスなどのトレーニングの甲斐もあり、オーディションを通過し、登録アーティストになることができました。本当に嬉しかったです。その合格の通知を受けたのは、実は外出先でだったんですけれども、人目もはばからず大きな声で、やったーと叫んでしまいました。本当に嬉しかったんですが、実は合格してすぐに出演に直結するというわけではなかったんです。あくまでも登録アーティストの一員になれたという状態で、ショーへの出演はまたそのショーのテーマとの相性とかいろいろとまた別の問題があったんです。なのでそのシルク・ドゥ・ソレイユのショーへの出演に向けて自分がさらにできることというのは一旦はある意味途切れてしまったのかなと感じました。じゃあどうしたらいいんだろうと再び迷路に迷い込みました。そこで原点に立ち返りました。自分はなぜパフォーマンスをしているのか。ヨーヨーの社会的評価を向上させるためです。それならば必ずしもシルク・ドゥ・ソレイユでなくてもいいんじゃないか。もしそれと同じぐらい、あるいはそれ以上に社会から評価をされている場所で、その場所に見合うだけの演技を披露することができたらいいんじゃないか。そう考えるようになりました。そんな時に友人からあるメールをもらいました。ブラックさん、僕は今度 TEDx ユースというイベントに出演するんですが、そこでパフォーマーの人が一人足りないそうなんです。もしよかったらブラックさんお手伝いいただけませんかというメールでした。その時は実は TED についても TEDx についても全く知識はなかったんですが、友達が困ってるなら助けてあげようという軽い気持ちで実は出演しました。そして、その3ヶ月後、また一通のメールをもらいました。今度は別の方でした。ブラックさん、私は TEDx 東京の代表のパトリック・ニューエルというものです。TEDx ユースでのパフォーマンス、本当に素晴らしかったです。ですが実は私はブラックさんのパフォーマンス以上に、打ち合わせの際にブラックさんがおっしゃっていた今日に至るまでの背景やそのストーリーが素晴らしいと思ったんです。ぜひあなたのストーリーを情熱という切り口でお話ししてもらえませんかという内容でした。正直それまでは自分に情熱があるなんて考えたこともなかったんです。自分が生きる意味を考えて、そのためにやりたいことをやってるだけなんです。なんか自分は情熱の人ですっていうのって結構今でも未だに正直ちょっと恥ずかしいんですよね。なんかちょっと照れくさい感じがします。でもそういうものが求められていて、本当に自分の中にそんなものがあるならと思ってチャレンジしてみました。TEDx 東京で情熱をテーマにしたスピーチ、そしてパフォーマンスを行いました。その結果、スタンディングオベーションをいただきました。そして今までは知り合うことができなかったような方々からたくさん温かいメッセージや、お声掛けをいただくことができました。なんかすごいことが起こってるなと感じました。そして
家に帰ってTEDとか TEDx について調べてみました。そして驚きました。これこそが自分が探していた社会から評価を受けられる場所だと感じました。そんな場所に自分は足を踏み入れていたんだと、今更出演が終わった後に気づいたんです。そしたらその翌年、本家のTED カンファレンスへの出演をかけたオーディションが世界14都市で行われました。東京もその会場の一つでした。全力をかけて挑戦しました。そしてその結果、日本でのオーディションからは、僕一人が勝ち進み、本家の TED カンファレンスに出演することができました。これが TED カンファレンスに出演した自分の場合の経緯です。このお話を通じて皆さんにお伝えしたいのは2つのことです。1つは、僕が出演できたのは世界チャンピオンだからではないということです。最も大事だったのは、自分がやりたいことと真剣に向き合って、自分は何を成したいのか、本当の自分と真剣に向き合って、そこに向かって努力をしたということです。そして2つ目は、人の力を借りたということです。TEDx のきっかけもそうです。そして、TED で披露したパフォーマンスについても、オリジナルのヨーヨーの制作、音楽、振り付け、その他にも様々な人の助けを借りました。それがなければ、あの演技、プレゼンテーションはありませんでした。もし皆さんの中に本家の TED でスピーチをしたいと思っている方がいらっしゃったら、ぜひ挑戦してみてください。どなたにも可能性はあると思います。過去の TED の出演者見ると、クリントン元大統領とか、マイクロソフトのビル・ゲイツさんとか、映画監督のジェームズ・キャメロンさんとか、そうそうたるメンバーが名を連ねています。超人的なすごい人だけが出演できる場所で、自分はそこには出られないその他大勢の中の一人だという考えもひょっとしたらあるのかもしれません。でも決して僕はそんなことはないと思います。そういう意味では僕だってその他大勢の中の一人でした。でもそんなものは、その他大勢なんていうものはないと思います。皆さんが生きている人生の主人公は皆さん自身だと思います。その他大勢ではなく主人公だと思います。ぜひその主人公が幸せになれる、ハッピーエンドにたどり着けるようなストーリーを描いていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。スピーチは以上で終了なんですが、見ての通り今日衣装をね着ているんです。ちょっとこれでね終わるわけにはいかないですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ただですね、先ほどの映像を見てもらったら分かるんですが、本番うまくいきすぎちゃって、あれと同じねクオリティが今日出せるかどうか分からないんです。ただベストはもちろん尽くしたいと思います。そして生だから伝わる迫力なんかもあるんじゃないかと思います。ぜひ僕も全力を尽くすので、皆さんもねぜひ全力で楽しんでもらえたら嬉しいです。頑張ります。よろしくお願いします。